前回のフラックス1を動かした動画で Linux でも動くのかという質問があったので Linux でもやってみたいと思います。今回の PC のスペックです。Windows でやった時よりも一回りランクダウンした感じです。今回はリモートで PC にアクセスしている関係上すべてコマンドでの操作になっていますが、GUI 環境でも問題ありません。それでは早速やっていきましょう。OS は Ubuntu を利用します。バージョンは 24.04LTS、スペックは先ほどの通りです。WSL などではなく実機です。NVIDIA のドライバーを確認しています。CUDA のバージョンは 12.5、ドライバーのバージョンは555です。今回はホームの下にディレクトリを作ってそこで作業を行います。プリントワーキングディレクトリ、メイクディレクトリ、フラックス、CD フラックス、Python-m、venv。ここからは基本的に Windows でやった時と変わりません。Python のインストールなどは apt などのパッケージマネージャーを使いましょう。ls、ソース、venv、bin、アクティベート。仮想環境のアクティベートの仕方は Windows と違うので注意です。そしたらライブラリをインストールしていきます。ここは前回と同じです。現在は PyTorch をインストールしています。右の画面では bPyTop を実行しています。Windows でいうタスクマネージャーです。別に動かす必要はありません。右下の画面は NVTop です。これは GPU の使用率などが見れるツールです。これも動かす必要はありません。他のライブラリもインストールします。まずは Diffusers と Transformers。次にアクセラレートなど。最後にコードをコピーします。動画では Vim というエディタを使っていますが、自由なエディタで構いません。保存して Python 3、app.py で実行します。モデルのダウンロードが始まりました。モデルは 30GB くらいあるのでダウンロードに時間がかかります。モデルのダウンロードが終わったのでプロンプトを入力します。パイプラインが読み込まれ生成が開始されます。だいたい50秒程度で処理が終わりました。カレントディレクトリに PNG ができているはずです。確認してみましょう。特に問題が起きることなく生成できました。画像生成のちょっとした検証は前回の動画でやっているので細かく知りたい方は前回の動画を見てください。最後に Windows でやった場合との速度を比較したいと思います。全体的に前回の動画で使った Windows PC の方がスペックが高いです。今回はどちらの環境でも全く同じプログラムを使用してます。プロンプトは GAL、アニメスタイルを使います。実行を開始した時から計測を開始します。どちらとも GUI は動いています。またなるべく他のアプリケーションは終了しています。Windows では録画ソフトが動いていますが、CPU で処理をするように設定してあります。録画ソフト単体では CPU を 5% ほどしか使用しないのでほとんど誤差です。時間がかかるので動画は倍速します。Ubuntu が終了しました。遅れて Windows が終了しました。なぜか性能の低いはずの Ubuntu PC が圧勝する結果になりました。OS そもそもの軽さもあるとは思いますが、それ以外の要因もありそうですね。現状フラックス1を高速で動作させたい場合は Linux を使う方が良さそうです。Ubuntu で生成した画像が小さいように見えますが、この時はなぜか黒い帯も含めて生成されました。これの他にも何回か実験してみましたが、推論時間が大きく変わることはありませんでした。AI を動かすなら Linux を使った方が良いかもしれませんね。ご視聴ありがとうございました。